パイエアマサラカスパイエアマサラカそれ飲みすぎいや飲んでないんだよスパイエアマサラカスパイエアのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきますということで、じゃあ最後です。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。余韻ですね。余韻ですね余韻ですね。どうですか、なんかどうでした、初の夜音は。いやでもね、みんなが言ってた意味は分かった。この、音の癖、感じ、ボーカリストとしては、まあなんだろう、普段やり慣れてない環境だったから、すごい最初はすごいやっぱ戸惑ったけど、やっぱこの客席のね、形状がとても良きですよね。後ろまでしっかり見えるし、全員しっかり見えるからね。そう漏れなく見えるし、あそこいいね。いいよね、やっぱりね。なんだろう、古き良きというか、なんかすごいその空気の感じもね、すごいなんか都心なのにクリアというかさ、クリアね、分かる。いや、すげえ言いたいこと分かるよ。なんかそこだけなんかね、場所が違うというかね、パワースポット感あるもんね、やっぱりね。だからそんなところでライブできたのがめちゃくちゃ気持ちよかったしね。いや本当によかったですね。本当よかったですね。お便りもいただいております。ラジオネームあっちょさん、ありがとうございます。 JLT お疲れ様でした。お疲れでした。本当に最高でした。セットリストも新旧織り交ぜながらで陽介くんの歌声で聴けるのは本当に嬉しかったです。暗くなっていく会場に比例して強くなる照明も野外ならではで、夏の終わりと秋の始まりを感じる気候でよりスパイアの音楽が入ってきました。初めての夜音がスパイアでよかったです。また来年もジャストライクです、楽しみにしてますということで。いや、ありがとうございます。いや、よかったですね。初めて夜音、俺もそうだけどさ、すごい多かったよね。多かった。初夜音本当なんかね、6、7割いたんじゃない？いたね。めちゃめちゃで1割いたよね、13年前に。そう13年前に来てましたみたいな。びっくりしたよ、本当。いや、すごいですよね。だからですね、セットリストもだから、その13年前のやつもさ、ちょっとセルフオマージュじゃないけどしてるよね。だから頭のそれこそ2曲とかそうだよね。フィールソーグッドからジャパニケーションっていうのは13年前のそのセットリストを当ててみたいなところあるから。まあでもね、最近スパイア好きになった人も来ると思うからね、しっかり王道のやつはやって。そうもちろんもうそれはもちろん、やっぱりああいうタイミングでね、このやらんのかいっていうそのライブにならないようにはね、そこはね、しっかりやってきましたね。まだまだ来ております。ラジオネーム曽口さん、ありがとうございます。陽介くん、健太さん、 JLT 最高でした。セットリストエグすぎです。ぶち上がりまくりでした。特にビューティフルデイズが今の自分に刺さりまくりで、それを噛み締めながらステイトゥゲザーを聴いて、そこからぶち上がりソング連打。本当に前向きになれました。また絶対にジャストライクですやってくださいね。その前に11月からのツアーも参戦しますということです。ありがとうございます。いやー、ビューティフルデイズぐらいの時の日の落ち方がね、いや、なんかあれすごかったよね。いや、俺は雨上がりの前に本当に雨が上がった段階あたりでああ、いいね、いい演出だねって思ったよ、すごく。確かにね、雨上がり前のさ、ウェンディ感情ディスコードらへん降ってたもんね。結構降ってたじゃん。うわ、結構降ってんなと思って、これ雨上がりいけるかって思ったらね、やんだよね。パーンってやんで、すごかったね、あれはね。いやー、本当にすごかったと思います。すごかったし、ステイツギャザーとかも久々にやるんじゃない？めっちゃ久しぶりよ。でも結構俺らも久しぶりのがあったから、やっぱあのセットリストになんかこう懐かしかったし、やっぱりやってよかったなっていうのはめちゃめちゃ感じたね。だからファーストの曲が多かった。ファーストの本当まさに13年前にやった頃にやってた楽曲が多かったから。感情ディスコードがあるとかでもあれでしょ、インディーズオーバーのちょっと後とかじゃないかな。いや、すごかったですね。またもう一つあります。ラジオネーム福岡のゆみですさん、ありがとうございます。健太くん、陽介くん、こんばんは。 JLT 終わりにこれを書いてます。まずは JLT お疲れ様でした。健太くん13年ぶりのヤオンはどうでしたか？陽介くん初ヤオンはどうでしたか？私はヤオンでのライブはいろんなアーティストさんで行ったことがあるので初ではなかったのですが、今回初めて仲良しファミリーさんとフラワースタンド企画をしてみました。あったね。JLT 開催が決まってすぐぐらいからおよそ4ヶ月間ほぼ毎日いろんな意見を出して4人で進めてきました。当日お花が話してた時間より少し遅れてて本当に焦りました。来なかったらどうしよう、何かあったのかな、そもそも日程間違えてないかなとかいろいろ考えてしまいました。
めちゃくちゃ焦ってうろうろしてたらちょうど到着して安心して泣いちゃいました。うわ、参加者53名。すごいね、すごいね。写真がね届いてますよ、これね。あ、それね。そうそう、僕もちょっとちらっと見ましたけど、俺もねちょっと見た、参加してくれた方の多分これは X のとかのアイコンなのかなじゃないかな、でこう書いてあるねものが貼ってあって素敵でしたね。あれは素敵でしたね。ありがたかった。本当に。でもいろいろなんかお花もねスタンド届いてたみたいでね。そう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 、俺個人的には写真撮り忘れたんだけどスタッフ撮ってくれてんのかな。わかんない。撮ってくれてるみたいで、ちょあっとくださいね。後で見させていただきます。本当、もうねもうこちらこそ嬉しかったですよね。本当にありがとうございます。いろんな多分企画やってくれてるからね、ファンの人たち。いろいろ見ましたよ。横断幕とかね。そう横断幕もあったし。本当にありがとうございました。ありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka @fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。お願いします。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。ということで今日1曲目はなんと10月30リリースのテレビアニメ青の身風呂オープニングテーマ青をフル尺初解禁でお送りします。それでは聴いてください。スパイアで青、スパイアのバサラカ。お送りした曲はスパイアで青でした。ありがとうございます。改めてリリース日は10月30日水曜日、カップリングには春の全国ツアースパイアツアー2024オレンジのファイナル公演よりジャパニケーションロッキンアウトのライブ音源を収録しています、そして期間生産限定版では青の身風呂書き下ろしデジパック仕様のパッケージになっておりまして、先週ね、一足先にライブでアンコールでちょっとやりましたけど、やらせてもらいましたね。ガチガチだったね、ガチガチよ本当に。いやもう俺はね本当にこうなんだろうな、俺初めて結構へこんだなと思って本当に。いやあれ結構むずいよね、ドラム。そうむずいし、なんかスパイアにしてはすごい手数の多いドラムだなって印象があったもん。あとね、ここで来るかっていうよくある失敗ではあるんだけどスネアからタムに移動するときにタムを突き刺すっていう失敗があるのね。でこれね体がガチガチの時になりやすいんだけど、それでフィルがいけないっていうのが今来るかっていうところで来て、いや大丈夫、でもまだ初披露だったから、ね、いやもうね、いやで録音はもらったじゃん、で録音聞いたのよ聞いた録音で恐る恐る聞いてみたら、まあ多分わからん、普通に聞いてる感じじゃん、ただ多分演奏者そのバンドのメンバーとかタスクさんとかね、あの辺はんってなるタイミングだったと思うの。いやだからね、俺本当にここで言いたい、ごめんいや俺でも帰ってさすぐ謝ろうと思ったんだけどさメンバーにごめんっつって、なんかさ結構わちゃわちゃしてたじゃん楽屋も。これ言うタイミングねえなと思って。いやでもそこまで気にはなんなかったけどね。いやでももうまあだからまあジャストレディスだったから、まあね、これが青ツアーだったらね、おいってなるけど、もうまあでも良かったんじゃないですか。なんかでも思った以上にライブ受けしそうな感じだった。って思ったな、やってみていい感じでした。もうなんかすでにさサビとか歌ってる人もいたしね。あ、そうそう、すごいよね。ティザーかな、ティザーが出てるからね。多分ティザーで覚えてくれたんだろうね。ね、ということでその「Just Like This」が終わって11月からはその新曲「青」を引っ提げてツアーに出るわけですが、その前にこの番組で何かあったの覚えてますか？全然覚えてないです。何ですか？何かありましたっけ？10月19日土曜日に近畿大学産業理工学部福岡キャンパスで行われる茅の森祭2024でスパイアのバサラカの公開録音ありましたね。ありましたね。忘れないでください。ということで番組スタッフから質問が来てるんですが、2人の学園祭の思い出を教えてくださいだそうです。まあ陽介はまだね覚えてんじゃない？何年でもね、学園祭はね大学でしょ。しかも大学はでも何年前かな、2017年とかだから7年前。7年前、はいはい、19歳の時かな、記憶にあるの。でその確かね3年4年の時はね、行ってない気がする。
いますね。まあでも大学だからね。そう、確かに確かに。最初の学園祭はねすごい覚えてる、やっぱ。そうなんだ。何が一番記憶に残ってるの？その時軽音楽部入ってたの。軽音楽部入ってて、で大学がね、福岡の西陣のとこにあって、で俺その時その地元のね久留米に住んでたから結構離れてる。結構だから電車で特急とか使って1時間半ぐらいかかる。結構かかるね。でその前のバンドを組んだタイミングでもあったの。その時が。で初ライブと学祭でのライブが重なっちゃって、同じ日だったの。すごっ。そうだからまず昼大学行ってリハーサルやって、で久留米に戻って、ライブハウスで自分のバンドの方のリハーサルやって、で学園祭は夕方ぐらいで、夕方だからまたもう一回大学戻ってライブやって、でもう一回久留米戻ってライブやって、で久留米で一旦打ち上げちょっと顔出て、でもう一回電車に戻って、打ち上げ出てみたいな感じで3往復1時間半っていうかほぼ移動3時間9時間移動で9時間1日で行ってんのかな多分。いや9時間でしょ。もう単純計算してだって3往復してんだもん。そうだから、そう最後のその学祭の打ち上げに着いた頃がもうね、ほぼ終電じゃない。そう終電ぐらいで行ったから、やばすごいね。もうヘトヘトなわけ、でも俺その時謎のサークルみたいなのも入ってたから掛け持ちしたから、行ったり来たりして、そこもまたそこもずっとその日行ったり来たりしてるじゃん。だからね、もうヘッドヘッドで、でもね結局朝まで起きて友達とずっと話してた。やばいです。でもその中のさ、9時間で部室の移動みたいなさ、会場の移動考えるとさ10時間ぐらい移動に使ってるすごいよね。すごい一日だね。すごい一日だから、そこは覚えてるかな。だから、次の年からはもうそうダブルブッキングしないようにしないっつって。そういやでもね、なんかそのぐらい、もう俺らだってやっぱもう俺はもうそもそも大学行ってないし、その大学行ってたとしてももう前すぎて分かんないんだけど、学祭とかに出させてもらったりするわけじゃん、僕らだと。その時にねやっぱね、そういう今のさ陽介の話もさ、相当バイタリティと体力がないとさできないじゃん、そんなもう多分1往復でまず心折れるから、折れちゃう今だったら、そういやだからそういうエネルギーを持った子たちめちゃくちゃ多いなっていうのを感じるし、確かにみんな楽しそうやっぱり。キラキラしてる。楽しいよ。そうだからそういう子たちの前でやっぱりやる演奏っていうのもまた違ったパワーのもらい方をするんで、ちょっと楽しみ。行くのが確かに、まあその今回がねその公開録音ということで、その番組でいつもやってるコーナー、陽介健太のお悩み相談と友達の話なんですけど、なんと今回会場でやっちゃいます。大丈夫か？大丈夫なのかねそこでね、大丈夫、もう心配だから俺らも、当日会場に行きますという方から事前にメッセージを大量に募集しちゃおうということで、そうですね。もうこれなんなら当日会場行けない人も送っといてくださいね。そうじゃないとね、俺らを助けると思ってね。俺らがそうあたふたしてしまう。友達の話じゃなくて自分の話しなくちゃいけないから、そこで自爆していく形になるね。だから他の人が送るからいいやとかじゃなくてね、皆さんのメールが今回の公開録音成功へ導きます。いやこれ間違いないからね。これ本当です。もう始まってるから、茅野森祭はもう今からそうだからみんなで最高の公開録音にしましょうということで、改めて日時や会場参加方法についてですが、日時が10月19日土曜日、会場は近畿大学産業理工学部福岡キャンパスです。会場への入場、公開録音の観覧は無料ですが、公開録音に参加するには整理券が必要となっております。整理券の配布は当日の朝10時から行います。そこで整理券を受け取っていただきご参加ください。予定枚数に達し次第終了となりますのでご注意ください。公開録音を観覧するのは基本的に無料だけど、前の方で見たいよっていう人は整理券多分必要ってことです。よろしくお願いします。詳しい参加方法などは、近代福岡学園祭と検索していただき、茅野森祭2024のホームページをご確認ください。お願いします。楽しみにしておりますね。めっちゃ楽しみです。ということで来週は茅野森祭実行委員の学生さんたちに直接話を聞いていきますので、いいですね。お楽しみにしてください。スパイエアのマサラカ。お送りした曲はスパイエアで Feel So Good でした。陽介健太のお悩み相談。
この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。来てんだよ。今週もたくさん届いてますということで。来てんのよ。来てますか？いっちゃうかい？はい。いっちゃうかい？まずはね、ラジオネームみーです。はい。ありがとうございます。はじめまして。こんばんは。陽介さんの歌声健太さんたちの演奏を生で聞きたくて、初めてスパイアのライブに申し込み、大阪のライブに行けることになりました。ありがとうございます。悩みなのですが、初めてのライブで楽しみと同時に不慣れな会場なのもあり、一人で参加するので緊張しています。緊張を和らげる方法があれば教えてください。いや、まあでも分かるけどね。分かる分かる。めっちゃ一人でさ、新しいとこ行くのさ、緊張するし、なおかつライブとかってもっと緊張するよね、多分。そうだね。いやでもまあ緊張度合いが高ければ高い分、多分ライブ来た時めちゃくちゃ楽しいと思うんだよね。まあ確かに。だからいいんじゃないって思う。その緊張しっぱなしで。で多分最初の SE とかさ、俺らが登場した時とかさ、その直前までめちゃくちゃ多分緊張してるんだろうけど、多分出てきた時にそれが弾けた時に多分脳汁がブワーって出るから多分。なるほどね。その脳汁を溜めておくっていう。いいんじゃない？確かに確かに。それもいいかもね。逆に緊張していく。そうしていくっていう。俺たちも緊張してるからね。そうしてるから、もうみんなしてっからその時って。まあだから初めてのライブってことで。いやぜひね楽しんでいただきたいなと思いますので、無理にそんななんか適度に緊張しておけばより楽しめる。もうあえてもっと緊張してみようと思うっていうね。いいと思うよ。いいと思いますね。続きましてラジオネームさやかさん。はいよ。健太さん、陽介さん、こんばんは。こんばんは。グッチを含めたお悩みなので、軽い気持ちで聞いてください。もう前置きがもう軽くないのよ。なんかざわざわするな。友達が数年前にホストの色恋営業に引っかかり、数百万円借金していたことを最近打ち明けられました。数年隠していたのは別にいいのですが、打ち明けてからの金欠アピールがしんどいです。会う約束をしてもお金がないからと当日に断られたり、会ったとしてもお金がなくてご飯が買えない、お腹減ったとおごってほしそうな雰囲気を出してきます。また友達は色恋営業されたと思ってないので、元カレのせいでと悩みを聞かされるのも辛いです。最近は会うのを控えているのですが、 LINE で悩みが届くと、あなたはホストに貢いでいただけで付き合ってはいない、自分の意思で使ったのになぜ今更金欠アピールをすると言いたくなります。お二人ならきつい言葉を避け、また以前の友達関係に戻れる日を待ちますか？ご教示いただければ幸いです。ということで、まあ一回縁を切ればいいんじゃない？いやでも俺はそうだな。そのお金ではないけど、俺もなんか飲み友達っているじゃん。でそれは異性同性関係なくいるわけですよ。そのいろんなところでそのよく飲んでた子っていうか、そういう子とかでやっぱり彼氏彼女ができた瞬間にちょっとおかしくなる子って男女ともにいるのね。いるんすよ。なんかまあわかるでしょ？言ってることは。俺はそういう影がパッてちょっと見えたら全く飲まなくなる。まずそいつと連絡を取らないし、正常に戻ったら戻っておいでっていう気持ちでもう連絡を取らなくなるから、とりあえず正常な状態に戻ってくるまでいいんじゃない？ほっといてって思う。まあでもちょっと心配でもあるんじゃない？いいよ、もうだって自分のせいなんだからさ、もうだってしょうがないじゃん、そんなの。でもさ、なんだろうね、そのさ、もう絶対に許されない行為ではないじゃん。でも言うてもまあね、犯罪を犯したとかね、そういうことではないからね。でそのさ、多分お金貸してとかは言ってこないわけじゃん、この感じだと。おごってみたいな。でもそれが、いやもういいよ、もう縁切って一旦。いいの？縁を切るっていうか、皮一枚つながっとけばいいよ。だから LINE も既読スルーしてもいいと思うし、はってなんか変な絡まれ方したらはっつって言ってやればいいんだよ。お前正常になるまでお前連絡してくんなっつって、一回頭冷やせっつって。いやまあ確かに。でも多分ね、このタイプさ、冷やさなきゃって分かってるけど、冷やしたら終わるっていう感情。まああると思うよ、その相手のね。だから多分、結構多分優しいなんかね。そう、さやかさんが優しすぎる。そう前なんか話したよね。優しさあったよね。それは本当の優しさなのかいってね。そうあったよね、あったそれは自分を守ってるだけみたいな。確かに。でもまあこれはそうだね。友達のことをそう、友達を守ってあげるっていう意味でも、これはなんかずっと多分なあなあでこうなあなあの関係を続けてる方が多分
友達にとっても良くないよね。そうだからなんだろう、そういうおかしくなっちゃってる瞬間は、周りに友達とか知り合い、自分に気を良くしてくれた人たちが全部いなくなっちゃうんだなって理解をしないと戻ってこないから、こういう子たちって。確かにいいね。だから向き合わせよ、一旦自分に。そうだね、でもう一回そこででもホストにはまっちゃわないようにはなってほしいな、もうでもそれしたらもう一旦カイジみたいな生活してもらって頑張って這い上がってきてもらって地上に這い上がってきたら手合いがまだお友ね、嫌だね、ここにやけどできて帰ってきたら嫌だねその後でもいいと思うけどな。そんなにね人の人生背負う必要ないっすよ。まあだからそうだね、会うの控えてるのもいいし、でも LINE で悩みが届いたら言ってもいいけど、俺はまあだから言わない方がいいんだよね。結局こういうのって、相手にされなくなっちゃったなって、そう多分感じることが大事だよね。大事。寂しいとか、なんでこうなっちゃったんだろうってその向き合うタイミングが必要なんだよ、やっぱ。そうまあだから変にこう多分ねこうきつく言っちゃう方がむしろなんだろう、敵になっちゃうかもしれないからね、向こうが。だし、多分このちょっとさメンヘラ的感覚の話からしたら、なんだろう、私にでもまだ構ってくれてる存在。そっちやだな、そう思われたら。だからきつく言えば言うほどなんだろう、来ちゃうかもしれないね。そう、むしろそれが自分の存在価値が今あるみたいな風に思っちゃうから。じゃあ縁切ろ。いやまあだからなんだろう一旦でいいんじゃない？皮のね一枚つながってるぐらいの状態にすればいい。だからこのさやかさんが嫌な気持ちにならないことがベストだからね。そうベストだからね。だからそこはなんだろう、もう時間が解決いつかしてくれるかもしれないし。そう時間ってすごいからやっぱ。そうその間にねこの友達さんも更生するかもしれないし。そうもうしなかったらしなかったらもう本当にその皮を切ればいいだけだからハサミでパチッつってそれでいいよこれは。ということで、番組では皆さんからのお悩み募集しております。目玉焼きに何かけるみたいなものから徳川埋蔵金の場所を教えてみたいなものまで M 資金ね M 資金幅広く募集しておりますので気負わず送ってみてください。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのバサラカお送りしてるのはスパエアでオレンジです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです、ということでモリモリでしたね。モリモリ、まあ、ジャストライクディス余韻会でしたね。そうですねだから一旦今日はボインボイン兄ちゃんにお休みいただいて、忙しかった。そうですね、ちょっと忙しかったというか一回休んでたまにはねそうやっぱメリハリ大事だからということで、何点かお知らせものがあります。お願いします。まずは10月19日に放送開始されるテレビアニメ青の海風呂オープニングテーマに、書き下ろし新曲青が決定しております。その青を引っ提げて11月からは7都市を回る全国ツアースパイアツアー青が開催されます。福岡公演は11月17日日曜日ドラムロゴスです。そして、先ほどもね話しましたが10月19日土曜日近畿大学産業理工学部福岡キャンパスで行われるガヤの森祭2024でスパイアのバサラカの公開録音が決定しました。参加方法など詳しくはガヤの森祭2024のホームページをご覧ください。お願いします。そしてなんとこの番組の X が開設したみたいなので、本当ですか。皆さんぜひフォローよろしくお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。陽介健太のお悩み相談宛てへのお悩みメールでも大丈夫です。友達の話なんですけど宛てへの友達の恥ずかしい話。そう自分のじゃない友達の恥ずかしいそして番組を聞いてのリアクションメールやこの映画が面白かったですみたいなフリーメッセージどんなものでも大丈夫です。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。
ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。